皆さん華やか素敵ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうそのなんか素敵なお姿見てるとちょっと乾杯したくなりました。じゃあいろいろタフな時代ですけど、私たち皆さんに乾杯ということで頑張りましょう。なんか飲みたかっただけっていう感じしますけど、皆さんそのお洋服よくお召しいただいているような気がして本当に嬉しいんですけど、何かこう特別な思い出とかありますか？もうなんかここ一番の時に必ず着るようにしています。ありがとうございます。ケイミのお洋服全部そうなんですけれども、特に最近はこれをすごくこちらのプレヨンベリーを気に入っていて、いろんなところに着ていってます。その心はどういったところにありますか？なんでしょうね。なんか着ているとすごく元気になれる。このプレヨンベリーすごく鮮やかなので、ちょうどね赤とあと純子さん着てらっしゃるこのパープルが入ってるんですけど、入ってるパープルに合わせてみました。大人っぽいけれどもちょっとこう可愛らしさもあって。なんというか私のようなそうですよね。ちょっとラブリーさとワイルドさの間というかそうね、ワイルドね、まさにまさに可愛いだけだとちょっと私似合わないんですけれども、ワイルドさがちょっと入ってるのが好きで、生命力っていう感じしますよね。そうですね。なんか皆さん本当に今ねちょっとコロナですけど、結構いろんな国に行って手仕事を見て回られたり、さっきのね雑貨屋さんで扱われているものも結構海外の起業家の方をサポートされている手作りのアイテムだと思うんですけど、どれぐらいの国を回ってらっしゃるんですか？多分雑貨屋を始めてからはおそらく10ぐらいだと思うんですけれども、もう30ぐらいからずっと雑貨を集めておりまして。それはお好きな、好きで、好きですよね。私も雑貨大好きです。なので20カ国ぐらいは行ってるかなと思います。でも育ったのもドイツで、会社員時代に中国の上海にもいらっしゃったんですよね。結構なんかいろんなカルチャー、ヨーロッパからアジアからいろいろ見てらっしゃると思うんですけど、そこから見て今の日本とかどんな風に感じられますか？そうですね。もともとドイツで子供の頃育って、でドイツにいた時に、自分自身がアジア人だというアイデンティティを持つようになって、で日本に帰ってきてからはそれこそ中国とか韓国とか東南アジアとかの文化に興味を持って、大学時代もそういう専攻だったんですけれども、会社入ってからも上海に行ってみたりとか、日本とまた異なるアジアの文化とか価値観っていうものがすごく好きで行っているんですけれども、日本そうですね、日本も大好きではあるんですけれども、なんとなく正直ちょっと息苦しいなと思う時もあるんですよね。こうであらねばならないという規範がすごく強い文化な気がしているので、マストが多いっていうんですかね。それこそ前半にお話ししたウィル、私が大事にしているのはウィルの方なので、こうしたいこうありたいっていう姿で生きたいし、ありたいなと思った時にお洋服に関しても結構こうあるべきっていう規範がすごく強い気がして、そうだからケイミーは私にとっては私がこうありたいというなんか思いを形にしてくれているような気がして、いろんな表現をできるという、ありがとうございます。だからこういう気分の時、そのクレヨンベリーで少し華やかにでもワイルドに行きたい時はこのお洋服着ますし、ちょっとシックに行きたい時はネイビー系ですとか、あとはねいろんなブルー系と赤系と使い分けてるんですけれども、そうなんですよ。その心は、いやなんでしょう、自分の中の気持ちではあるんですけど、なんとなく人前に立ってお話をする時には赤系が多いです。で商談をまとめる時とか、少しデータに基づいた冷静なご提案をさせていただく時にはブルー系っていう形で。あるんですね、きっと何も分からずにやってるんですけど、結果としてそんな風に使い分けたり、あとはあえて
館長に行くのに少し弾けたお洋服を着てみたり。そういう時はどういう心理なんですか？なんでしょうねなんかこう挑戦を挑みたい時とかですか？なんでしょう、なんかこう私のというか意思を持って何かを、出したい時ですかね。それありますよね。なんか本当に心理ってもう本当にその前の日に自分が、予定はありますけどね、気持ちを掛け算にすると正確にわからないので、やっぱりクローゼットであらゆるこう変身体365日女優主役になれる洋服があるっていうのはすごくいいなっていうところからの発想なんですけどね。でもそれをなんか本当そのように表現していただいて嬉しいですし、本当皆さん赤似合いますもんね。本当ですか？ありがとうございます。本当は青が好きなんですよ。あ、本当ですか？そうなんです。イメージ赤とオレンジが、あとピンクもねお似合いですよね。本当は青が好きなんですけど、なんで青のケイミーもたくさん持ってるんですけれども、赤がやっぱ似合うねって言われることが多くて、それって結局自分が思ってる自分と他者から見た時の自分って違うんだなって思いながら、本当は青を着こなせる人になりたいんですよ。なんですけど他の方のおっしゃってくださることに耳を傾け、赤系を、結構多く着てますね。やっぱりこうオーラとかこう血の色とかこう血色の色みたいなところありますよね。顔色がどちらかというと私はあまり良くない方、そうですか。青白い方なので、そういう意味ではなんか赤で少しこう明るくしたりっていう工夫を。なんかすごい口元の色とすごく合ってらっしゃるのと、結構やっぱりすごく皆さんがお似合いだなっておっしゃる時って、結構私たちもそのお客様試着室から出てきていただいた時に、やっぱりそのこう細胞とかオーラの色とぴったりこう合う時なんですよね。同化してる時にやっぱり同化してるから、その内側のエネルギーが出てきてるように見えてしまう時に、やっぱりもうドキッとするというか、とっても魅力的に見えるので、やっぱりそれって多分自分でなんか自分のオーラとかなんかこう粒子とかってわからないので、多分人に会って言われた時はきっとすごく何かこうマッチしてるんだなっていうサインなのかもしれないですよね。そうですよね。あとなんか海外の話とつなげるとすれば、私もともとアジアのとか、あとヨーロッパの民族衣装が好きだったんですよ。で、子供の頃から民族衣装を親に着せられたりしたんですよね。着せられたりというか、例えばなんかドイツだったらチロルのちょっと可愛い刺繍のワンピースとか着せてもらっていて、なんでカラフルでなんかこうちょっと楽しい、自分も楽しくなるし、周りの方からもすごく褒められるようなお洋服を着たりとかするのが好きで。で、いろんな国を見ていくと、やっぱりそれぞれの民族衣装の中にものすごく花のある民族衣装あるんですよね。なので最初実は民族衣装とか織物を集めたんですね。で、それが転じて雑貨、なので織物とかその土地その土地の色とかデザインを生かした雑貨っていうものを買い集めるようになったんですけども、自己表現なんですよね。どういう日にどういう場でどういう気持ちを表現するかっていう、もともとやっぱりお洋服って自己表現だったんじゃないかなっていうふうに思った時に、ケイミーはその自己表現ができる服、他者と馴染む服ではなくって、ただ他者と馴染みたい時にそれも自己表現だから、それを実現できる服もあって。なのでシックなものもあれば華やかなものもあって、自分がこの日こう表現したいっていうものを選んで着れるっていうのがすごい私がケイミーの好きな理由ですけど、こんな熱くケイミーのこといいのかしら。ありがとうございます。いや、もう本当に聞けて嬉しいです、ね。やらせではない。やらせではない。ここ大事に。そうですね。そしたらもうちょっと時間もね、もうあれなので。
次ミヤさんの次の5年というか次のビジョンってどんな風に考えられてますか？ちょうど今年50になりまして、そうなんですよ。なので50になったらもっと自由に生きようって思ってたんです。なんですけれども、なんだかちょっとまだ自由になりきれてないので、次55ですかね、5年刻みでなんとなく考えるんですけど、55になったらもっと自由にやりたいことをやりたいなって。もっとですか？もっとビルに忠実に。そうですね。ただそれが私自身のウィルで、一方でなんか社会の中でもっとこうしたいなとかこう変えたいなっていうことがまだまだ残っているので、そこに対しては自分というよりは社会のためにもっと動けたらいいなと思ってますけど、そのミックスですかね、ここから先5年間。私はでも本当に皆さんには国を動かしてもうちょっと出馬でもしていただいたら、なんか世の中がキラキラとするんじゃないかなといつも思っております。小さなことをコツコツとやっていきたいなと思っています。今日は貴重なお時間、本当にありがとうございました。小安美也さんでした。ありがとうございました。